こんにちは、ますみです。本日は Google コラボの使い方基本編を解説します。Google コラボについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは早速本題に入ります。それではここから具体的な使い方を説明します。まず画面の説明をします。画面は中央のセル操作画面と左側のサイドメニューと上側のヘッダーメニューに分かれます。まず中央の画面ではセルを操作することができます。セルとは Python のコードなどを格納するオブジェクトです。次のようにコードを入力して実行できます。またセルを上下に移動させたり削除させたりすることもできます。次に左側のサイドメニューでは検索をしたりローカル上にあるファイルをアップロードしたりすることができます。上から順番に説明すると、まず目次があります。例えばセクションをクリックするとこのように新しいセクションが作成されます。このセクションの中身はマークダウンで書かれており自由に変更することができます。次にこちらの検索アイコンをクリックすると検索と置換ができます。例えばここに Hello World と入力するとこのように検索することができ、こちらに Hello Python と入力し置換することもできます。3つ目の機能は変数機能です。例えばここで x イコール5と実行した時に左側の変数のところにその変数が表示されます。4つ目の機能はファイル機能です。左上のアップロードボタンからアップロードすることができます。また右から2番目のドライブをマウントボタンをクリックすると Google ドライブと紐付けることができます。このようにドライブのフォルダが読み込まれます。そして一番右側の目のアイコンをクリックすると隠しファイルを表示することができます。5つ目のアイコンはコードスニペット機能です。このようによく使われるコード、すなわちスニペットを確認することができます。6つ目の機能は検索機能です。こちらから自分の実行したい操作を検索することができます。最後はターミナル機能です。こちらは無料版では使うことはできず、コラボプロに登録することで使うことができます。最後に上側のヘッダーメニューを説明します。まずファイルのタブではファイル操作を行うことができます。例えばダウンロードから .ipynb や .py のファイルとしてダウンロードすることができます。次に編集のタブではセルの編集を行うことができます。表示タブではノートブックの情報やコードの実行履歴などを確認することができます。挿入のタブではコードやテキストなどを挿入することができます。ランタイムのタブではセルの実行などを操作することができます。もしもランタイムを再起動したい場合はこちらのタブからランタイムを再起動をクリックしましょう。ツールのタブではコマンドパレットやキーボードのショートカットなどを確認することができます。最後にヘルプではよくある質問を確認したりフィードバックを送信したりすることができます。その他にもセルに対してコメントを追加したり他のユーザーに共有したりすることもできます。そして右上の設定ボタンから Google コラボの細かい設定を行うことができます。最後に右上のランタイムのボタンをクリックするとこのようにランタイムの接続先を選ぶことができます。デフォルトではホストされているランタイムに接続が実行されます。こちらは Google が提供する無料のサーバーに接続されます。その他にもカスタム GCE-VM すなわち Google クラウドエンジンバーチャルマシンなどの自前のクラウド環境に接続することもできます。またローカル上で Jupyter ノートブックなどを起動している場合そのローカルのランタイムに接続することもできます。次にPython と Markdown と Shell の記述方法を説明します。まずはじめに Python の記述方法を説明します。先ほど説明した通り、セルの中に Python のコードを入力して実行することができます。1点だけ注意するポイントとして、変数を格納するコードを実行した場合、このランタイム上にこの変数が保存されます。そのため、このセルより上の部分でプリント X というふうに変数を呼び出したとしてもその変数を使うことができます。またもう一つ Google コラボラトリーの裏技として入力フォームを Python で記述することができます。左下のコードスニペットボタンをクリックし Adding Form Fields をクリックしましょう。そうするとこのようなコードが挿入されます。ここでは NoTypeChecking という変数の中に空文字を入れているのですが後ろ側に #@param というコメントを入れることで右側のように値をフォームから入力することができます。こちらを実行してみましょう。そして右側のところをダブルクリックするとこのようにフォームの入力画面だけになります。そしてこのシングルクォーテーションの中にテストと入力して実行してみましょう。そうするとこのように先ほどは空文字でしたがその中にテストという文字列が書
格納されます。ここではデータ型を指定していなかったのですが、#@param スペース鍵括弧タイプストリングと入力することで文字列型の変数のフォームを生成することができます。このように変更することができます。それ以外にもスライダー型、数字型、日付型、選択肢型、選択肢および入力型を選択することができます。次にマークダウンの記述方法を説明します。左上のテキストを押すことでマークダウンを入力できるセルが生成されます。こちらに次のようにマークダウンを記述することができます。こちらのマークダウンを実行すると、このようにマークダウンを見やすい形でプレビューしてくれます。最後にシェルの記述方法を説明します。シェルを記述する場合は Python と同様にコードのセルの中にびっくりマークを使って記述していきます。例えばびっくりマーク pip install langchain というふうに実行すると、langchain のライブラリーをインストールするためのシェルのコマンドを実行することができます。以上、本日は初めて Google コラボを使う方々に向けて Google コラボの使い方基本編を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。